健介様、引いてばかりでは修練になりませんよ。健介様、ちゃんと加減してるからしっかり受けるですよ。死ななかったら大丈夫です。おお、健介様、やればできるですね。気のせいですよ。あゆな。わかってるですよ。ああ、いたいた、探したんだぜ。天球様がお呼びなんだぜ。二人もついでだから一緒に来るんだぜ。鬼が出たんだぜ。鬼が？健介様、お疲れ様です。はい、部屋で所見をしていたら、心さんから鬼を発見したというお話が。さあ、話に聞く限りでは、下山を守る武藤殿と山本殿は、かなりの手だれということでしたが。あたいたちもまだなんだぜ。な、ここ。ええ。おそらく、下山城のある身延道沿いではなく、乳母口峠の周辺から侵入してきたのだとは思いますが。兄上、皆様方、お呼び立てして申し訳ないであがります。物見から報告が入ったであがります。数は10匹程度で、どれもいつもの鬼のようであがりますが。下山城が抜かれたのですか？今回の鬼は、下山ではなく、こっちの乳母口峠付近の山中を抜けてきたであがりますよ。鬼も道沿いに来るですか？道を歩くわけではありませんが、あの巨体で猿や狼のように身軽に山中を抜けるという話はあまり聞きませんね。それに、道沿いは宿場町もあるんだぜ。歩きやすい道があって、獲物のいる集落も近い、ということですか？今は日が出ているから動きは鈍いようであがりますが、日が沈めば
すぐに動き出し上がるかと。そういえば、今日は光様や春日さんたちは？姉上と薫は、春日とトトを連れて諏訪に出かけてやがりますよ。なるほど。だとすれば、今いる手勢で何とか撃退するしかないわけですね。出やがります。兄上、申し訳ないでやがりますが。おいおい、もしかして出るのは旦那だけなんだぜ。天球様。もちろん粉雪には兄上の同行を任せるでやがりますよ。少なくっちゃだぜ。赤備え隊も最近大した戦いがなくてうずうずしてたんだぜ。ちょっと不謹慎だよ、コナちゃん。まあ、意気健康なのは良いことでやがりますよ。健介様、鬼退治なら、あやなも行きたいです。粉雪はどうでやがりますか？あたいはどっちでもいいんだぜ。どのくらいやるのか、お手並み拝見だぜ。望むところです。なら、頼むでやがります。夕霧は、つつじが先館を動けないでやがりますから、心は小詰めを頼むでやがりますよ。承知しました。やったです、かよ。はいはい。だったら、すぐに出陣の支度を始めるんだぜ。旦那たちも遅くなったら置いてくんだぜ。任せるでやがりますよ。本当に真っ赤です。なんせ赤備え隊だからな。赤備え。そうなんだぜ。あたいの赤備え隊はこの武田でも指折りの精鋭なんだぜ。そうですね。武田の赤備えといえば、その盛況ぶりは三河にも轟いているほどですから。当然だぜ。最初はトラ姉が始めたんだけど、今はあたいが受け継いで、トラ姉の時よりもっともっと強く育ててるんだぜ。あたいの姉ちゃんだぜ。今は親方様から信濃の内山城を預かってるから、つつじヶ崎の赤備えはあたいが引き継いだんだぜ。粉雪、お姉ちゃんいるですか？羨ましいだぜ。あやな、一人っ子だから羨ましいですよ。だったら、あたいが姉ちゃんになってやってもいいんだぜ。そういう話を聞くとちょっと放っておけないんだぜ。いいですか？任せるんだぜ。ちょっとあやな、粉雪さんに悪いでしょ？気にすんなだぜ。そんなのお互い様だぜ。でも大丈夫です。お気持ちだけもらっとくですよ。なんだぜ。せっかく妹ができたと思ったんだぜ。よく考えたら今は健介隊のみんなが兄弟みたいなものだったです。もうお姉ちゃんも妹もたくさんいるですよ。あやな。そういえば旦那の奥さんってなんだかたくさんいるって聞いたんだぜ。そうですね。年で言えば私たちが真ん中あたりですから、ちょうど姉も妹もそこそこいるような感じですね。そんな大所帯の家族だったらあたいの方が羨ましいんだぜ。だったら粉雪もあやなたちの家族になればいいです。それって旦那の嫁になるってことだぜ。です。家族が多いのは楽しそうだけど、
そういうのはまだちょっと遠慮しとくだぜ。あたいまだ旦那のことそんなに信用してないんだぜ。そんな褒めても何も出ないだぜ。褒めてるんですか、健介様。旦那は親方様の旦那になったけど、旦那らしいすごいところとか全然見てないから信用できるかわかんないんだぜ。健介様はすごいですよ。阿弥陀様のお使いで田楽狭間に現れた時もピカーって光ってたです。そうなんだぜ。やっぱり旦那すごい力とか持ってるんじゃないのかだぜ。へえ、じゃあもうピカーって光らないんだぜ。つまんないんだぜ。やっぱりそれじゃ旦那は信用できないんだぜ。山が近づいてきましたね。あの先が乳母口道ですか？山道に入ったら動きにくいから不利になるだけだぜ。それよりも山から鬼がまとめて降りてきたところを平地で後ろから叩くんだぜ。背後からの攻撃はいい策と思いますが、相手の動きは把握できているのですか？もう見つ物が出てるんだぜ。相手の位置や出てきそうな場所は大体分かってるし、どこに体を置くのがいいかは次の報告で決めるんだぜ。旦那はなんか他にいい作戦があるんだぜ。どうかしたですか？いや、やっぱり旦那普通だなぁと思ったんだぜ。旦那、この鬼退治が終わったらちょっと勝負しようだぜ。旦那は親方様が認めた相手だから、それはまあ別にいいんだぜ。でもトトじゃないけどちょっと納得できないんだぜ。それを気に入らないって言うんじゃ。本当に気に入らなかったらとっくにボッコボコにしてるんだぜ。健介様にそんなことするなんて許さないですよ。別にボコボコにするなんて言ってないんだぜ。でも旦那の実力がどんなもんかわかんないうちは信用できないんだぜ。その辺は旦那もあんたら二人も今日の戦いでしっかり見定めさせてもらうんだぜ。そう言いながらも先手を譲ってくれるなんて、あいつ結構話がわかるやつなのです。そうかしら。単に体よくおとり役を任されただけな気もするけど。でも先手ですよ、先手。策もちゃんとあるし、おとりだって言うならそのおとりが本体も食い破ってやるですよ。まああやながいいならいっか。わかったですよ。ちゃんとあやなたち風下にいるですよね。大丈夫よ。向こうにはまだ気づかれてない。報告にあったより多いわね。望むところなのですよ。あいつらを後ろから叩いてぶち抜いた後にチリジリになったところを取って返してもう一回叩けばいいですよね。うまくいけばいいけど。あいつが最後かな。みたいですね。なら行くですよ。総員突撃！
おお、始まったみたいだぜ。何がだぜ？妹分にはいいところは譲ってやるのがお姉ちゃんなんだぜ。何が言いたいんだぜ。まあ、先手は乱戦になってバタバタするから旦那の戦いっぷりがよく見られないんだぜ。それにあいつらは馬より歩きの方が強そうだし、どの程度やるかじっくり見たかっただぜ。おとり役ならそれも持ってこいだぜ。ついてこなくてもいいのに無理やりついてきたのはあの二人なんだぜ。文句言うならついてくるなだぜ。ああ、ちょっと言い過ぎただぜ。別に旦那たちがいいやつだとは思うんだぜ。ただ親方様にはちゃんとしたいい旦那がついてほしいっていうかさ、そうやって考えたことがついつい口に出ちゃうっていうかさ、いつもはココが止めてくれるんだけどなんだぜ。大好きだぜ。だからどこの馬の骨とも分かんないやつが旦那になったら困るんだぜ。ああ、ごめんだぜ。また言い過ぎちゃったんだぜ。そうだぜ。だからあたいのこと嫌いにならないでほしいんだぜ。だったらよかったんだぜ。あ、でも仲良くするのと武人としてちゃんとしてるかは別なんだぜ。なかなかいい動きしてるんだぜ。三河武士も結構やるんだぜ。敵陣を抜けたですよ。鬼どもは大混乱です。ええ、総員反転。このまま総崩れの敵陣を仕留めます。山形様に獲物を残す必要はありませんよ。遠慮は無用です。総員、もう一回突撃です。さて、ここまでは粉雪さんの予想通りだけど、こちらこそお手並み拝見ってところね。何ですか？わかりました。よっしゃー。にしちん、このくらい武田の将ならできて当然なんだぜ。野郎ども、赤備え隊、二塗りの甲冑を改めて真っ赤に染め直してやるんだぜ。一気に殲滅してやる。旦那、尾張じゃそんな変な叫び方するんだぜ。なら行くんだぜ。進め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 。
りゃりゃりゃりもっと優を頼みに突っ込むだけかと思っていたけれど、さすが赤備えを任される山形殿ね。みんな、敵はこっちの思い通りに動いてるですよ。このまま綾野に続くです。鬼の奇襲部隊は山形殿と親方様のご夫君が蹴散らしてくださる。このまま目の前の敵を一気に叩くぞ。武田衆先鋒、赤備えの山形たたいのこと、てめえらに言ってもわかんねえだろうから、この槍の一撃で刻みつけてやるんだぜ、野郎ども。ぶっ潰せ。やれれれれれ。野郎ども、敵は総崩れだぜ。このまま一気に押しつぶして向こうの連中の分までかくらってやるんだぜ。旦那も遅れるんじゃないぜ。弱いやつほどよく吠えるんだぜ。うら当たり前だぜ。取らねえから受け継いだ赤備え、本気はこんなもんじゃないんだぜ。2匹来たところで相手になんかならないんだぜ。別に2匹相手でも平気だったんだぜ。ああ、そういえばそうだったんだぜ。いつもはここがちゃんと抑えてくれるんだぜ。けどこの程度で戦況が見えなくなるほど本気になんかならないんだぜ。余裕余裕。あとは旦那がどのくらいすごいか見定めるだけだぜ。こいつらやトトとやり合えるくらいじゃ親方様の旦那になるのは100年早いんだぜ。あれ、おい旦那、それどうしたじゃなくってだぜ、その刀。それ何なんだぜ。なんでそんなに光ってるんだぜ。
よくわかんないとか、そっちの方がわかんないんだぜ。それが旦那のお家流なんだぜ。おお、一刀両断なんだぜ。ああ、旦那、あとじゃダメなんだぜ。すごいんだぜ。そういうのができるなら旦那も親方様の旦那にふさわしいんだぜ。もちろんだぜ。新田殿の輝く刃は鬼を切り伏せる大魔の一撃。その光の加護がある限り赤備え隊は鬼に負けたりしないんだぜ。そうい鬼ども同じ伏せろ。健介様、ご無事ですか？あやな、このくらいで遅れなんか取らないですよ。粉雪さん、見事な采配でした。あんたらもいいお取りっぷりだったんだぜ。えへへ、参ったかです。いい返事だぜ。粉雪さん、健介様はいかがでしたか？もし健介様に勝負を挑む気なら、あやなが代わりにお相手するですよ。ああ、それはもういいんだぜ。ということは。にしても旦那、趣味が悪いんだぜ。そういうお家流があるならあるでちゃんと言ってくれればいいんだぜ。あれならすぐに認めてやったのに。ほへ？健介様、お家流使ったですか？あれ？お家流じゃなかったですか？あやな、あれ、阿弥陀様のお力を使ったお家流だと思ってたです。私も。でも、認められたなら何よりなのです。これで胸を張って帰れるですね。さーて、物見の三つ物どもが帰ってきて何もなかったらさっさと撤収するんだぜ。帰ったらここのご飯が待ってるんだぜ。あやなもお腹すいたです。ここのご飯はすっげえうまいんだぜ。天下一品なんだぜ。本当ですか？食べてみたいです。ここのことだからきっと旦那たちの分も用意してくれてるはずなんだぜ。本当ですか？かよ、帰ったらご飯ですよ。はいはい。ちゃんと周りの調査に出てる物見が帰ってきてからだからね。わかってるですよ。まだですか？
あたいだって早く帰ってココのご飯食べたいんだぜ。そうだよ、あやな。もうちょっとだから。周りには何もなかったんだぜ。もう帰れるですか？健介様、やはり鬼が策を浪するようになっていますね。もう旦那の見定めも終わったんだから鬼とかいらないんだぜ。空気読めないんだぜ。早く帰って美味しいご飯食べるです。ぶっ殺すだぜ。総員騎乗！全速で山を回り込んで空気読めない鬼どもを残らず血祭りだぜ。あやなについてくるですよ。ちょっと、あやな！突撃！よくありません！了解です。健介様、